今ご紹介いただきましたように、私はメディア業界とアカデミズム業界を行ったり来たりしながら、メディアコミュニケーションのありようなどをいろいろ考えているものなんですが、今日はこの2つのどちらの領域からもちょっと離れて、歴史とか文化とかそういうものを見ていくためのメディア的な存在についてちょっとお話をしてみたいなと思っております。3年ほど前ちょっと縁ありましてお茶を習い始めました。でそれまではね、なんでお茶一杯飲むのにあんな大騒ぎしなくちゃいけないのかなと、はっきりと思ってたわけなんですが、いろいろ茶道の裏側の歴史ですとか断りですとかそういうものを知るにつけて、これも古と今あるいは時には日本と世界をつなぐとても面白い媒体だなというふうに思うようになりました。茶室に入っていく小さな入り口、これをにじり口と言います。この小さなにじり口の前では武士も刀を置き、身分のある方も肩書を脱いで、茶室の中では1対1の人間ということで相対峙する、そういうメッセージがこの小さなにじり口には込められていると言われています。今日はその茶の湯を一つの例にしまして、その要素をメディアに見立てた時、日本の文化のどんな側面が見えるのか、そんなことをちょっと皆様と一緒に覗いてみたいなというふうに思っております。でちょっとその、お茶の話に入る前に、そもそもそのメディアって一体何なのかというところをちょっと話したいと思います。メディアっていうと何がこう思い浮かびますか？多分新聞とかね、テレビとかネットとか、最近モバイルみたいな話もありますが、実はメディアの定義というのは、ある人に対して情報を媒介したり、あるいは自主を表彰したりする、媒体およびその働きと、こんなふうな定義になると思います。そう考えますと、今日さっきの一の座でも見ていましたが、地図なんていうのは本当に世界の概念というのを伝えてくれる素晴らしいメディアですし、ミクロの世界も天体の世界もやはりメディア的な媒介がなければ私たちの目には入ってこないと、そういうふうに見ますといろんなものがメディアなんですね。実は今日常的に身の回りにあるんですけど、昔はものすごいメディアの最先端だったというものもありますし、こういう空間的なものもメディア的な働きもしています。顔の表情とか、あるいは季節の移ろい、そういうふうなものから私たちはいろんな情報を得ていると思いますし、例えばですね、この尿とか血液、これなんでメディアなんじゃと思われると思うんですが、お医者様にとってみれば患者さんの状況を見るためにはこれは大変大切なメディアだと思います。このようにメディア論ではちょっとメディアというものをある状況である人の前に立ち上がってくるものというような形で広く位置づけているということをまず、していただければと思います。さて、それではお茶に行ってきましょう。ここに出ているような茶室だとか茶道具だとか一期一会、こういうふうな言葉って別に茶道を知らなくてもなんとなく皆さん知っている言葉じゃないかと思うんですけれども、こういう言葉のある側面をちょっと焦点を当てながらいろいろ考えてみると、最近のこんなものにつながってまいりました。ここにお茶の先生がいらっしゃらないことを祈りたいと思うんですが、ちょっとなんでなのということもあると思いますので、その心をこれからお話ししていきたいと思います。じゃあまず茶室から始めましょうか。この茶室で、注目したいのはその狭さです。最近テレビのコマーシャルで「利休狭くね」とか言いながら秀吉さんが茶室をぶち破るようなコマーシャルっていうのがあるんですけど、見たことありますか？ああいうのを見ていると、日本人にとって利休とか茶室が狭いっていうのは常識なんだなと、言わず語らずのものになってるんだなということに感じるんですけれど、実はわび茶が登場する前、茶会というのは大きな広間でやられてたものです。でこの当時は中国の高いお道具を鑑賞したり、あるいは闘茶をしながらちょっと宴会のように遊んでたものらしいんですけれども、わび茶の元祖といわれる田村寿光さんが四畳半という空間、方丈という空間を開発します。さらに利休さんが無駄なものをそぎ取って、こういう自然な素材を生かしながら2畳に凝縮していきます。さらにその孫の宗旦さん1畳半、これでも考えてみると
世界に例のない異様な接客空間ですよね。で世界的に見れば文化的産物というのは成熟すればするほど大きくなっていく、これが普通のものなんですが、なぜか日本の場合は洗練されると縮んでいく、凝縮していくというものが非常にたくさんあります。例えばこの扇子、中国から大きな扇子が入ってきて日本に入ってきたら小さくきれいなモバイルなものに入っていって、なんか一説によると扇子というのは日本で最初の輸出品だったという説もありますが、それはなんかこうトランジスタラジオですとかウォークマンですとか、そういうふうなものにつながっていくような感じがします。でこの茶室とモバイルをつなぐある種の指向性をちょっと凝縮と移ろいというふうに抽出していました。松岡聖剛先生などは面影の国、移ろいの国というような言い方で、言っていらっしゃいますが、ちょっと今日はそんな深い話をする時間はないんですけれども、このあるディテールに、凝縮をしてそれ以外の、そこの焦点を際立たせるためにそれ以外のものをスパンと切ると、この凝縮の美意識というのは利休さんの有名な朝顔の逸話ですとか、あるいは浮世絵に見るような抽象的な日本の抽象化能力、あるいは録画機能をスパンと切り落として音の美しさとモバイルというところに特化していったウォークマン、ああいうふうなものにも通じるものがあるような気もします。でまたその移ろい、これは空間的に言えば移動、時間的に言えば変化ということだと思うんですけれども、幕末に生きたシーボルトさんが江戸の形態物ですね、例えば矢立てだとか遠眼鏡だとか、ああいうものの江戸の美しさ、江戸のいろんな形態物の美しさに仰天したということを聞いたことがありますが、やはり自分自身が移動をするということを前提にいろんなものを携帯していたい、それに対してすごい愛着を持ってこだわっていく、こういうふうなものは今日のモバイル社会にもつながるんじゃないかなという気がしています。で同時に私たちは時間の経過の中に美しさを感じる、そういうふうなものもあるんじゃないかなと。四季の移ろいですとか、散りゆく花だとか、くままの月、古びていく仏像みたいなね、そういうふうなものになんとなく美しいなと感じる。で今でも検索ランキングで春になると桜が、紅葉になる秋など紅葉がトップに躍り出る国って多分日本ぐらいしかないんじゃないかなと思うんですけれど、こういう美意識がなんとなく私たちの中にはあると思うんですね。でこの茶室っていうのも実は時間に抵抗せず自然の中でいつか朽ちていく仮のいおりというコンセプトの中で作られているというふうに言われています。ある意味では不動のもの、不変のものというものに価値を見出す西洋の価値観のある種対極にあるというようなことも言えると思うんですが、こういうことって結構私たちの死生観に至るまでいろんな形で影響がDNAの中に入ってるんじゃないかなと、そんな気がしています。では茶室の中に入っていきましょう。茶室の中ではお軸を拝見したり、釜の音を聞いたり、香を嗅いだり、懐石料理やお茶をいただいたり、まさに五感に訴えるメディアが配置されているという形になるんですが、私はこのお茶道具の美しさを見ながらいつも思うんですけれど、日本の伝統技術が洗練されていくプロセスの中でお茶という文化があったというのは、これ非常に大きいことだったんじゃないかなという気がします。例えば建築、鋳造、木工、塗り、染色、ありとあらゆるそういう技術がたかだか一杯のお茶を飲むという極めて日常的ななりわいのために集められて、極められて、芸術の域まで達していきました。で日本はもともと生活の中に美学を持ち込んで世の美のために技術を注入すると、そういう傾向があるということをよく言われるんですけれども、最近この系譜の延長線上にこれがあるなと思ったのがデジタルハイビジョンです。ネグロポンティさんがデジタルという技術を美しさのために凝縮して使ったという人たちは日本人が最初だろうと
いうふうに言っていらっしゃいますが、確かに欧米の場合はマルチチャンネルの方にデジタル技術はまず使われました。でまさにここに原色革命とかね、黒がいいとか緑の発色がとかって、こういうことをテレビの PR のために言われている国っていうのは多分あんまりないと思います。でそういうふうなことを考えると、やっぱりこんなことをちょっと考えちゃうんですね。技術と芸術の問題です。技術を何に使うのかで、このことっていうのは結構それぞれの文化の中に埋め込まれている美意識とか価値観とか、そういうふうなものに大きく左右されているんじゃないかなという気がします。でちょっとあれなんですけど、このアートという言葉は確かに芸術という意味があるんですけれども、技術とか技とかいう意味もありますよね。あと日本でも技芸っていう言葉があったように、昔技術と芸術というのは一体のものでした。技術を持っている匠がやっぱり芸術家だった。レオナルド・ダ・ヴィンチだったそうですし、日本の匠たちもそうだったと思います。でこの技術と芸術というのが引き離されていくのが、産業革命の機械が登場してきて、離れていくわけなんですが、もう一度20世紀になってもう一度その技術と芸術を一体にしようという旗を掲げた人たちがいます。これがドイツのバウハウス、ご存知と思いますけれども、現在のデザインの源流と言われる人たちなんですが、彼らが持っていたデザイン哲学というのは、無駄なものを削ぎ落とし、ものの機能を見つめ直し、その機能に合った形を凝縮して、それぞれの素材が持っている美しさにもう一度目を開こう。これは西洋にとってはこれ美意識革命だったんですけど、お気づきと思いますが、日本には持っている美意識にすごく相通ずるものがあるんです。でこれは必ずしも偶然とは言えずにですね、当初のニコラス・イッテンさんとかブルーノ・タウトさん、こういうバウハウスの最初の頃になった方たちというのは、東洋的な思想ですとか日本の建築、そういうふうなものに大変大きな影響を受けたということも知られています。そう考えますと、ある意味そのモダンデザインというものの世界スタンダードが作られていったその源流に、日本の美意識のようなものが流れ込んでいるんじゃないかと、そういうふうなことをおっしゃる方もいらっしゃるんですが、私もこれあながち暴論じゃないんじゃないかなというふうに思っておりまして、結構その日本の和小物がですね、ものすごいモダンなインテリアにスーッと溶け込んで驚くことがあるんですが、これひょっとしたら断りがないことではないんじゃないかなという気もいたします。さて、茶室とかお道具があってもお茶は成立いたしません。茶の湯を成立させるのはお手前です。ある方は茶道のことを身体の所作を媒介とした芸術と、そういうふうな言い方をしていらっしゃいますが、私はいつも切り飛尺をしながら連想するのがこの方です。一郎さんなんですね。でこの時につないでいるキーワード、これが身体と型の問題です。で一郎さんは、球を打つというその一つのことのために毎日同じ生活のリズムを守り、同じ訓練を繰り返していると言います。で彼がバッターボックスで見受ける所作、繰り返す所作ですね。あれは、まさに毎回一球一球違う球との一期一会に対して自分の身体と精神状態を一番集中させていくためにはどうしたらいいかと、そういうところから編み出されていったある種の型だと思います。お点前もそうなんですね。お客様、相対峙しているお客様に対してその心の動きを見ながら手前をします。手前のリズムもあればお客様の、呼吸もありますよね。でここで目指されているものというのは、同じ空間を身体的に共有するからこそ成立するコミュニケーション、ある意味で言うと言語化するとこぼれ落ちてしまったり消えてしまったりするような意思疎通、そういうものが目指されています。私も手前を始めた頃ですね、ここは右手でとか、ここは左手でとか、ここは左手で越えましょうとか、すごい細かい決まりがいろいろあって、なんでこんな煩雑なと思っていたんですけれども、あれはひょっとすると長年の試行錯誤の中で編み出された物理的に最も無駄がなくて幾何学的に最も美しい身体の動きなのかなと最近は思うようになりました。
ところが体っていうのはこれなかなか頭で分かってても動いてくれないんですよね。そのために型を最初に叩き込むということになると思うんですけれども、大切なのはその動きが型になっていったプロセスの中で凝縮されていった精神性、これを忘れられないことなのかなと、まさにそこが型のエッセンスなのかなという気がいたします。でもこのお茶って何の型なんだ。お茶を飲むっていうことは実は最終的な目的ではないんですよね。一郎さんもこの方も、投げてくる人がいて相対する人がいて初めてこれが型になります。でお茶が求めているもの、それは一杯のお茶を介して、亭主ぶり客ぶりがこうしながら相一座で直心の交わりをする豊かな時空間を作り出すと、一座建立ということが言われています。この一座建立っていう概念は利休さんの正さんにあたる女王さんという方が、茶の湯に導入した概念だということなんですが、この女王さん、茶人であると同時に蓮華師でした。蓮華ってご存知の通り、非常にその個性のある歌人がですね、自分の個性を生かしながら、だけどその前の方の思いを鑑みつつ歌を読み継いでいって一座で共同しながらある種の詩情のリズムを作っていくと、そういうことを求められる文芸なわけですが、ある種の参加型芸術ですよね。こういうものが茶の湯に流れているわけなんですが、最近インターネットの中でも、個が共同しながら全体の表現を創造していくユーザージェネレーテッドコンテンツというものがいろんな形で出てきています。私の友人で蓮華ならぬ蓮華というのをやっておりますが、これみんな一般の方たちが携帯から写真を送る。でこの写真になんとなく自分が連想するもの、そういうふうなものをつけていって全体の映像の銀河系を作るというようなメディアアートをやっている方がいらっしゃいますが、表現というのがある意味で言うと、個性の発露ということだけを考えると、これなかなかみんなで共同して全体のものを作りましょうというのは難しいです。それぞれの参加者たちが全体の流れの中で臨機応変に動いていくためには、ある種のルールですとかコミュニケーションを誘発させるためのデザインですとか、そういうものがとても必要になっています。で最近そのメディア領域でもそのコミュニケーションデザインということが盛んに議論になって課題になっているんですが、実はこの、コミュニケーションデザインというのは時間とか空間とか関係性のデザインというふうに言います。でそうするとこの一座建立という言葉の中にはまさにそのコミュニケーションデザインのことを考えていく上ではものすごく大きなヒントが入っているんじゃないかなというふうに思っています。一期一会とテッドシード、これはもうちょっとあんまり、お話しする必要はないですよね。説明する必要はないですよね。私はメディアのデザインというのは人と人とのつながり方であるとか、人と物、あるいは人と社会のつながり方のデザインであり、あるいは時間と空間のデザインだなというふうに思います。で人間というのは私たちの生身の能力を超えたものと、超えてしまうその時空間との逆さですね、ギャップ、そういう私たちの体でカバーできないもの、それを埋めるためにメディアというものを開発してきました。いながらにして遠くのものが見たいということでテレビジョンという技術が生まれてきましたし、インターネット、これでいつでもどこでも誰とでもいろんなものを共有できるようになりました。確かに便利にもなったし、これを自由ということもできると思う。でもある意味で言うとこのメディアの技術がいくつかまで来て非常に進歩してきたからこそ、今ここという空間を身体を一緒に共有するということでコミュニケーションっていうのはそこに原点があったんだっていうことを、実はちょっと最近希薄になっているし忘れがちじゃないか。こういうことって多分どんなに技術が進歩しても忘れちゃいけないことなんじゃないかなというふうに思います。でそういうことで希少さっていうのも貴重さに通じますし、そう考えると今ここで皆さんと一期一会の機会を作ってくださったテッドシードの意味というのも改めて浮かび上がってくるんじゃないかなと思います。ちょっといろいろとつらつら話してきましたが、このつながりのキーワード、
茶の湯と今をつなぐということでお話ししたんですが、私から見るとやっぱりメディアのデザインを今後考えていく上でも、こういうものをどういうふうに巻き込んでいくのかと、埋め込んでいくのかっていうのはすごい課題だなというふうに思います。で、私たちは今すごく大きな技術の転換期に立ち会っていますよね。で、この技術を何に使っていくのか、あるいは日本から何を発信していくのか、そういうことを考えていくときに、私たちの今を支えている歴史の地層の中に、日本という時空間が培ってきたある種の型がある。これは私たちにとってものすごく大きな財産なんじゃないかなというふうに思います。これは日本のものだから守る、古いものだから守るっていうわけではないんです。その方のエッセンスの中に多分世界につながる普遍に通ずるもの、あるいは未来のヒントになるもの、そういうふうなものがあるんじゃないか、そんなふうな視点で伝統を見直してみることっていうのもとても大事なことなんじゃないかなというふうに思う最近です。今日はちょっとお茶という例でお話をしましたが、多分いろいろこう見ていくと周りにいろんなメディアがあると思います。配られたさっきの色の紙、あれなんかもものすごい素敵なメディアですよね。そんなふうな目でちょっと皆さんも日常の周りをメディア的に見ていただくと、普通の日常はちょっと違ったふうに見えてくるかもしれません。こういうお話をする機会ってなかなかないので、この機会をいただいてくださいましたズスイードに本当に感謝しております。どうもありがとうございました。